皆さんこんにちは、ゴリアユです。前回の Q&A の募集の動画にコメントたくさんいただいてありがとうございました。その時にね、すごく着てた服が好評だったのでちょっとまた着てきました。なんとですね、10万人を突破したら YouTube の方からもらえる銀の盾がついに届きました。ずっと開けたかったんですけど、この動画を撮るために待ってたんですよ。今から開封をしていきたいと思います。重いと思ってたらそうでもないですね。韓国から申請したからかわかんないですけど、韓国バージョンでお手紙というかメッセージみたいなものが入ってます。タララー、韓国生活 Vlog コリアユってちゃんと書かれてます。일본 인コリアユ。いや本当に手にしてみたかったんですよ。皆さんのおかげだ。ありがとうございます。めちゃくちゃ軽いです。ありがとうございます。早速今日はちょっとこれを飾って撮影をしたいなと。いただいた質問の本当に一部になっちゃったんですけど、韓国語の質問は韓国語で、日本語の質問は日本語で答えていきたいと思います。韓国は特になかったんじゃないかなっていうのも、私フィリピンにトータル2ヶ月行ったことがあったんですけど、フィリピンの街のお祭りみたいなのでフリーハグをした時になんか謎のウイルスに感染して1週間ぐらい入院することになったんですよね。もう未だに何のウイルスだったのか全然わかんないんですけど、韓国では特にそういうなんか命の危険にさらされたようなことは特になかったので、あれはあった。学生の時にお金がなくて最後の家賃が払えなくて、大家さんとちょっと交渉して賞金の中から家賃を抜いてこう返してもらうことできないかっていう風にディールをしてOK もらって一件落着みたいなことはあったんですけど、韓国って言えばなんとかなるみたいなところが結構あるので、そのおかげで特にピンチはなかったかなと。사실 저는 오래 살긴 했지만 여행을 많이 가보지 못했거든요. 사실 잘 모르긴 해요. 그래도 얼마 전에 강원도를 다녀왔었는데 이번 여름이 진짜 더웠잖아요. 근데 거기는 시원하기도 하고 습하지도 않았어서 여름에 가기 진짜 좋은 곳이다 라고 생각했습니다. 강원도 추천. これは長く住んでる人同士で会話するときは結構これ当たり前というか、混ぜて話さないことの方がちょっと少ないんじゃないかなと思います。長く住んでない方から見るとなんでわざわざ混ぜて喋るんだろうちょっと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当にその韓国語のニュアンスにぴったりな日本語っていうのがたまになかったりするんですよね。あと自然に出なかったりとか。なのでただただ感情がしっかり伝えたいから混ぜて喋ってるっていうのがあります。평안함? 너무 어렵다 이거. 일본에 가면은 사실 제 고향이다 보니까 좋기는 하지만 요즘은 좀 낯설게 느껴지는 것들이 많아지긴 했어요. 코로나 때는 일본에 못 갔었잖아요. 코로나 끝나고 오랜만에 일본에 갔는데 편의점에서 현금으로 결제를 하려고 했는데 그 현금인데도 누가 해주는 게 아니라 기계로 결제하는 방식으로 바뀌어 있더라고요. 근데 그 시스템을 저는 몰랐으니까 뭔지 몰라서 이것저것 눌러보고 있었는데 그거를 또 옆에서 알려주신 분이 외국분이었었거든요. 그러니까 그때 살짝 좀 현타가 오기도 했고, 그러니까 그런 게 되게 많아요. 그럼 페이페이 같은 경우에도 어떻게 가입하는지도 잘 몰라요. 카카오페이가 훨씬 더 편하지 뭐 이런 것도 그렇고, 아무래도 본가가 사실 치바현에서 이바라키현으로 이사를 갔어요. 제가 여기 있는 사이에 본가를 내려가도 제가 어렸을 때 추억이 하나도 없는 곳이잖아요. 그리고 본가가 있는 도시가 차가 없으면 좀 돌아다니기가 쉽지 않은 그런 동네인데, 저는 차 운전을 잘 못하잖아요. 면허를 따긴 했지만 그래서 그런지 좀 적응하기가 쉽지 않은 것도 있고 해서 아직까지도 저는 이바라키현이라는 곳이 좀 낯설기도 하고, 그리고 친구도 일본보다는 이제 한국에 훨씬 많다 보니까 일본이 불편한 건 전혀 아니지만 여기가 훨씬 뭔가 편해진 거는 좀 어쩔 수 없는 것 같아요. 너무 어릴 때 왔으니까. 구체적인 이상형이라고 하셨으니까 구체적으로 말씀드리면, 외적으로는 좀 곰 같은 사람, 이런 사람을 좋아합니다. 약간 좀 빼빼 마른 사람보다는 그래도 좀 크고 남자다운 분을 선호하는 것 같아요. 근데 그러면서도 또 자상해야 돼. 그러니까 이게
저도 알아요. 욕심이 너무 많은 건 알지만 이상형이니까 어디까지나. 그리고 현명한 사람을 좋아합니다. 이게 공부를 잘하고 똑똑하고 이런 게 아니라 무슨 일이 일어났을 때 머리가 잘 돌아가고 그 현명한 대처를 할 줄 아는 사람. 얘기를 나누다 보면 그런 것도 좀 보이더라고요. 그런 분한테 좀 끌리는 편인 것 같습니다. 結婚はできたらしたいなとここ3年ぐらいでちょっと思うようになりました。でも仕事は頑張りたいので2人だからこそさらに安定した生活ができて忙しい日常っていうのをもっと頑張れるような2人だからシナジーが得られるような、ね、そんな人がパートナーだったらいいなというふうに思うようにはなりました。でも私がしたいからといってできるわけでもないしもしかしたらできないかもしれないじゃないですか。結婚しないっていう選択肢も悪いものではないとは思ってるんですけど何歳あんまり何歳とかで考えたことはなかったかな。なんか今はまだ早いかなとは思いますけど35歳ぐらいにはもう結婚もすでにしていて2人での生活が安定しているような感じが理想なのかなとはちょっと思ったり思わなかったり. 이제는 다 지난 일이라서 이제야 말할 수 있다지만 그때는 밥도 잘 안 넘어갈 정도로 정말 힘들었던 게 제가 일본인이기 때문에 헤어졌던 게 정말 힘들었어요. 그러니까 이게 저만의 이야기가 아니기 때문에 자세히 말씀드릴 수는 없지만 당연히 그거 하나 때문에 헤어진 건 아니고 복합적인 거긴 했는데 제일 크게 이슈가 됐었던 게 제 국적이었어서 뭔가 그 이후에 연애를 하게 될 때도 그쪽 부모님께서 그런 거를 신경 안 쓰시는 분인지 부터 확인하게 되더라고요. 그분하고의 연애는 정말 좋았고 저를 성장시킬 수 있었던 그런 연애였다고 생각을 해서 후회는 하나도 없지만 이별만큼은 진짜 아팠고 트라우마가 될 것 같았던 그런 경험이 있답니다. 残業は基本的にはなくてしかもその残業がもしあったとしてもその月にその残業した分例えばその月に5時間トータルで残業したとしたらその5時間分はその月いつでも早く帰っていいっていうシステムがあるくらい超ホワイトな会社だと思います。だからこそいろんなことやっててもちょっと少ないストレスでやれてるのかなと思います。今はちょっと私のポートフォリオをどんどん増やしていかなければいけないような段階にいるので深く自分の専門性と経歴を高めて増やすことができるようなどんな経験ができるかっていうところをちょっと重視してるかなと思います。あとは本当にこの分野で専門性を高めていきたいのかっていう部分もしっかり明確にしようと思っていてちょっと悩みつつあります。何歳までに絶対これをしておくっていうのはないんですけど10年で見た時に10年後こういうキャリアを持ちたいなっていうのがざっくりはある状態です。ただざっくりしているのでやる前にあんまり公言っていうのをするタイプではなくて友達とかにも全然こういう話しないんですけど何か行動を起こすたびにちょっと YouTube の方では報告ができればいいなと思ってます。もうそのためにやらなければいけない勉強とか積まなきゃいけないキャリアとかっていうのもたくさんあって正直今の私に全く満足できてないので短期間の結果っていうのにとらわれずもし何歳までにこうしたいなみたいなのが自分の中であってそれができなかったとしても長い目で見てゆっくり自分のペースでやっていこうかなと思ってます。今のところは帰国することは考えてないです。これはさっきお話ししたようにもう日本よりも韓国の方が慣れてしまったっていうところももちろんあるんですけどやはり韓国でキャリアを積んでいきたいっていう部分もあるからですね。でもかといって韓国が好きでここにいるんですけど日本に悪感情があったりとかするわけじゃないじゃないですか。大好きな母国なわけなので今後は行ったり来たりっていうのを簡単にできるようなそういう環境づくりっていうのをしたいなと思ってます。そのためにはお金をたくさん稼がないと。私ヘアスタイルとかが疎くてでも韓国では日本の宿毛みたいなのに C カールみたいなちょっとこういうゆるいカールみたいなのを入れる毛先にっていうのが結構流行っていて私みたいに髪の量がすっごく多くてもうボッサボサになってしまうっていう人は大体そういうパーマをかけているんですね。で私は普通の C カールじゃなくてスリックパンっていうのをやってるんですけどまっすぐに近いゆるいパーマみたいなのをかけてます。で私はこれすっごく気に入っているんですけどあんまり日本でこういうパーマを見たことがないので機会があれば韓国でぜひこのパーマかけてみてほしいなと思います。
저는 토크쇼를 좋아해서 유퀴즈 이런 거를 많이 보는데 사실 저는 브이로그 같은 걸 안 보긴 하는데 하트 시그널이라는 프로그램 있잖아요. 거기에 나오신 분인데 주미 씨라고 그분의 브이로그는 유일하게 보는 것 같아요. 변호사시거든요. 그래서 바쁘신데도 정말 열심히 알차게 보내시거든요. 하루하루. 근데 집도 예쁘게 꾸미시고 밥하는 것도 잘하시고 혼자 살면서 사실 그러기가 쉽지 않은데 나를 위해서 저렇게 하신다는 게 나를 아낄 줄 아는 사람이구나 라는 생각이 들어서 좀 존경스러웠던 것 같아요. 브이로그 올리실 때마다 재밌게 보고 있습니다. 日本は1年に1、2回ぐらいレーザーのリフティングをやってるんですけど、果たして効果があるのかに関してはあんまりよくわかんないです。やったことあるのはウルセラとオルリジオとサマジをやったことがあるんですけど、わかんないけど気休めとしてちょっと高いのでそんなにしょっちゅうはできない。あんまりミョンドンとかは行かないですね。友達とかと会うのはカンナムの方、好きなのがムレという場所なのでムレはたまに行くかな。 이거는 친구들도 진짜 많이 물어보는데 둘 다인 것 같아요. 근데 깼을 때 기억이 잘 안 나지 않나요? 뭔가 배경이나 인물이 한국이었을 때는 그냥 한국어를 하는 것 같고 일본이었을 때는 일본어를 하는 것 같고 그렇습니다. 잘은 기억이 안 나요. 私の Vlog を見てくださっている方であれば私の所持品にブランド物とかがほとんどないっていうのをご存知かなと思うんですけど、ブランドの名前とかも覚えられないような人なんですね。でだからそういうところに使わない代わりに今のお家の家賃が個人的には安くないと思ってて、でもお家にはちょっとお金を使いたいなっていうのがあるので、だから今後もお家の方にお金を使っていくんじゃないかなと。 松清とかのドラッグストアに絶対寄ります。薬系のコスパがめちゃくちゃいいんですよ日本は。目薬とかオロナインとか酔い止めの薬アネロンを愛用してるんですけど絶対買うし、あと歯ブラシの進化がねすごいんですよ日本は。私は最近日本で買ったゴムラバーの歯ブラシにハマっててそれを行くたびに買ってます。結構機能性のいい下着っていうのが日本はめちゃくちゃ多いので下着も日本製のものが好きですし、あとは生理用品が韓国に比べたら安いのとあと薄いんですよ。だからすごく良くて日本に行ったら絶対買ってるもの。でも逆に韓国でいいのはパックかな。なんか日本のパックいろいろ試してはみたんですけどすごいこれいいみたいなのをまだ見つけられてなくて、パックはコスパがいいのは韓国かな。さっき言ったレーザーの施術とかも日本に比べたらすごく安いので、結構広告頑張ってるところとか日本語でこう宣伝してるところって日本人価格みたいなのがかなり普通に存在してるので、現地の友達とかにお願いしてそういうところに行って手術受けるとかなり安くで受けられるんじゃないかなと思います。 이거는 정말 많은데요. 솔직하게 직설적으로 얘기하는 거랑 빨리빨리 하는 거. 네, 초반에는 조금 부담스러웠어요. 저한테 돌려 말하지 않고 직설적으로 얘기하는 것도 그렇고, 그리고 빨리빨리 좀 해달라고 재촉을 하는 것도 그렇고, 표현 같은 경우에는 여기서 생활하면서 손해를 안 보려면 그래야 되겠더라고요. 이제는 잘 배웠기 때문에 학교 다니면서 저도 좀 솔직하게 직설적으로 말하려고 연습을 하다 보니까 그게 좀 되더라고요. 저도 그렇게 하니까 속이 좀 편하더라고요. 좋은 변화였던 것 같고, 빨리빨리 하는 문화는 사실 학교 다니면서 팀플을 할 때도 외국어를 하려면 조금 말하는 속도가 좀 느릴 수밖에 없잖아요. 근데 그거를 듣고 있는데 되게 답답해 하시는 게 너무 느껴질 때 그런 게 보이면은 사실 저도 위축이 되니까 그런 것도 조금 있었고, 카톡 같은 것도 왜 안 보냐는 식으로 되게 재촉을 하면 사실 저만의 타이밍이 있는 건데 왜 그러지? 라는 생각을 그때 당시에는 그렇게 생각을 했었죠. 근데 이제는 뭐 SNS DM 같은 거는 사실 들어가지 않으면 잘 안 보니까 그런 거는 신경 안 쓰지만 카톡은 안 보는 한국 사람이 없기 때문에 답장이 느리면은 좀 답답하더라고요. 이제 세라핌 사쿠라 씨였던 것 같은데 그 엘베 닫기 버튼 있잖아요. 한국은 그 버튼만 되게 까매져 있다, 더럽다라는 얘기를 하셔서 맞아 이러면서 봤던 기억이 나는데, 저도 엘베는 1초라도 빨리 닫고 싶은 사람 중에 한 명이고, 그것뿐만 아니라 저는 엘베를 타고 싶은데 빨리 안 내려오잖아요. 그러면 화살표 버튼 있죠, 계속 누르게 되더라고요, 올 때까지. 이거는 주변에서 하지 말라고 해서 이제는 안 하지만 그 정도로 성격이 급해졌다.
多分留学したことのある人だったらわかると思うんですけど、海外の日本人コミュニティって本当に狭いんですよね。多分友達の友達とかで辿っていったら絶対にたどり着いちゃうぐらい狭いので、私本当に若い頃から15年ぐらいやってるじゃないですか。最初は日本人の人とかとも結構交流があったんですけど、ブログでのイメージとか憶測とかでいろいろ言われたり、ありもしない噂みたいなのがちょっと立ってるっていうことを伝えに聞いたり、もうそれからは本当に狭い交友関係を維持するようになった。あとカナダとかも11ヶ月しかいなかったのに、それでも学校の人たちが知ってしまったりとか、カナダの現地の人しかいないコミュニティとかでも韓国に住んでる人がこっち来てなんかいきなりブログが順位が上がってる、その人この間カフェで自分で順位をクリックして上げてるの見たよ、マジでやっぱりみたいな私本当にそんなことやってないのにそういうコメント書かれたりとか、なんか知っていただけることはいいんですけど、この対価っていうのも、絶対にあるなというのは感じますね。ロールモデルといいますか、ユキジにも出演されていて、あと本も出された方なんですけど、もともと Google で役員として働かれていた方で、すごく長いこと勤めたんですよね。15年だったかな。つい最近レイオフって言って組織の変更とかでクビになってしまう、本当にアメリカあるあるの解雇になってしまって、いつまで普通に仕事していたので突然解雇をされてしまったんですよ。ですけどその方は受け入れるのに時間はかかったけれども、こうなったんだったらもう自分のやりたかったけどできなかったことをやろうっていうんで、夜中の4時から午後までスーパーでアルバイトをして、でその午後から夜まではスタバでバリスタとしてアルバイトして、その残りの時間、寝るまでの時間は運転代理のアルバイトをしてっていう風に、本当に毎日一生懸命自分の経験のために生きている方で、私も結構なんか自分に起きた出来事って全て意味があるっていう風に思って、それをモットーに生きてるんですけど、悪い出来事があっても、じゃあこっちじゃなかったんで、じゃあ私はこっちに行くために何か別のアクションを起こしてみようかなっていう風にちょっとポジティブに考えようと、もちろん辛い時は辛いんですけど、そこから立ち上がる時にそういう考え方で私は乗り越えてきたタイプなんですけど、この方も同じような考え方を持って今できることをやっているっていうのが、私のやり方で良かったんだなっていうのも確認できる機会にもなりましたし、すごく勇気をもらえる本だったので、もし韓国語のできる方は機会があれば読んでみてほしい本です。これをやらなかった時に後悔をするかどうか、すごくやりたいことでもなんか今の環境だったりとか状況とかで悩むことって絶対あると思うんですけど、結局でもリスクを冒したとしても後々後悔するんじゃないかなって思うことであれば、私はやるようにしてます。で、後悔するかしないかっていうこれを考えることによって自分の本心がちょっと見えてくると思っているので、私はそうしています。コリアユすごく長くなりそう。この動画大丈夫かな楽しんで見ていただけましたでしょうか。10万人を超えたコリアユも今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。